今、最高に、怪しい中華イヤホンが、熱い。やっほやっほ、なんか変なノリで始まったが、今回は、新感覚の怪しい中華イヤホン、FZ-FT1 を紹介しよう。FZ は最近突然ごく一部の深淵に住まう中華イヤホンユーザーから話題になり始めたブランドで、KZ や CCA のような、低価格リケーブル可能イヤホンのフォーマットを持った、一ダイナミックドライバーイヤホンブランドだ。最近だと、TRN の最上位モデル、BAX にそっくりな得体の知れない一ダイナミックドライバーとかを発売したりしている。じゃあ、TRN の没商品をそのまま販売している、関係の深いブランドなのかなと思いきや、TRN と技術的共通点が多かった、CVJ とは異なり、ハイブリッド型のイヤホンは発売してなかったりする。中華イヤホンは、結構同じ工場で作ってたり、設計を他社が担当してたりと、バブル期の日本で行われていたような、雑な名義貸しや工場の共有外ともたやすく行われまくっているので、新鮮の中の人ですら、そこら辺のつながりは把握しきっていない、というのが本音だろう。FZ もそういった混沌の中から生まれたブランドの一つなんだけど、やたらと気合の入ったパッケージアートの女の子、その割に何個も似たようなスペックで発売される、一ダイナミックドライバー。力の入れようがわからない。ここまでしっかりしたイラストで低価格商品だと、もしや、どっかから適当に切り抜いてきたと思いがちだが、実際にパッケージアートを見てみると、FT1 をしっかりと女の子が握っていて、このイラストが専用で描かれていることがわかるぞ。一番気合が入ってるのが女の子のイラストでないことを祈ろう。パッケージの寸法は、KZ や TRN がよく使う、低価格向け小型パッケージと同じだ。中身も TRN 系のパッケージに近い。付属品に入る前に、なんか TRN-ST1 の表示が見える。もしかしてミスプリント品を再利用している？技術的つながりはともかく、つながりは見つかったようだな。ただ、ST1 はハイブリッド型イヤホン。今回紹介する FT1 は一ダイナミックドライバーイヤホンだし、外装などの仕様も異なるので、別物なのは間違いなさそうだ。内部に収まっているドライバーは、10から8ミリ程度のものに見える。ドライバーのカバーは、TRN でよく使われる形状のものではないな。QKZ や KZ の一部ドライバーで見たことがある外形だ。怪しい。ケーブルは、QDC 型。これも低価格リケーブルイヤホンでよく採用されている、端子形状だな。付属ケーブルは、ラフティアーや KZ などが採用している、2本のより線の4芯ケーブル。これも、共通の工場があるのかもしれない。色々と各メーカーに似ているのか、完全に同じ素材から作られているのか、いよいよもって混乱してくる。なんか最近こういう怪しいブランドがめちゃくちゃ増えた気がするが、FZ はパッケージに思いっきり TRN の文字が入ったことによって、さらに怪しい存在感を放つな。面白いと思ったのが、端子の付け根部分。この部分、普通はボディ側に覆われていて、端子の根っこは見えないようになってるんだけど、FZ-FT1 の QDC 端子は、根っことでも言うべき部分が四角形に露出している。これ、完全に推測なんだけど、埋め込みにピンや、非埋め込みにピン、DFZ 端子などの2ピン端子に簡単にコンバーションできるように作られているように見える。FZ が担うのか、それとも例の紙の出所である TRN が担うのかわからないけど、これ、依頼者に合わせて、簡単に端子を変換できるように作ってるようにも見える。あるいは、すでに変換した後なのかも。パッケージから内装まで、色々と思考が膨らむイヤホンだ。とはいえ、そんな怪しさは二の次、音が良けりゃいいんだよ音が。で、肝心要の音なんだけど。2世代前くらいの QKZ みたいな音だ。ダメな方。いや、なんか QKZ で見たドライバー外形だなぁ。と思ってたあたりで察するべきだった。率直に言ってしまって音は悪い。振動板が分厚くて、反応が悪く、音の輪郭が全くつかない。中音域あたりに膨らみがあり、これが豊かな中音域じゃなくて、音が重なれば重なるほど膨らんで、それぞれの音を巻き込んでもやもやとした不明瞭な音色を生み出す。300円のメッシュフィルターがついていないような、100円均一で拾って、まあ聞けなくはない、とか、そんな感じで判断されるレベルのイヤホンだ。振動板がしっかり反応できていない感じがする。振動板が厚すぎるのか、それとも、磁力側が弱いのか、何にしろ鈍重で全身にラードでも塗りたくられているかのような音だ。比較的高音域が抜けやすく、パワー供給も十分な、サバジデイさんと組み合わせた結果、デイさんのポテンシャルを食ってしまうほどに高音域がねっとりとしていて、もうちょっとなんかこうないのというくらいにコストダウンされた音だった。パッケージの女の子で予算食いつぶしたんじゃないのか？もちろん、そんな真夏の夕立に振られて走って雨宿りする場所探してたら車に顔まで泥ぶっかけられたような気分になる音なので、音から感じる空間も、それはもうダメな感じ。
なんというか、耳のすぐ近くに持ちかなんかが配置されて、その先からスピーカーが鳴ってるような。9KZ のダメな400円くらいのイヤホンと、そう変わらない音質だった。最近の 9KZ は、ZTE 以降、きちんと高音が抜けるようになったので、それと比べても2週遅れくらいの出来だ。というか、2010年代の、怪しいけど音がいい、と言われていた中華イヤホン以前の出来だな。100均でまあ、聞けなくはない、とされるレベルなので、リケーブルとパッケージの女の子以外は、ダイソーの300円イヤホン買った方がいいレベルの音質だぞ。それも誰が聞いてもわかるレベルでな。というわけで、他のイヤホンがどうかはわからないけど、現状、FT1 から判断する限り、FZ は買う意味のないブランドっぽい。もちろん、まだ本格的に活動を始めてから間もないブランドだし、たまにこういったブランドの中にセンファーのような技術力のある強靭が混ざるので、この手の草の根低価格イヤホンは誰かが犠牲になり続ける必要があるわけだが、君は、犠牲になる必要はないのだ。こんなところだな。久しぶりにまともに当たった。適当にパンでも食おうと思ってた昼食が、気分のリカバリーのために焼肉になるくらいには絶望的なイヤホンだった。怪しさと音質を備えていたラフテアーがまだ有情だったことを体で理解させられたよ。といったところで、今回はここまで、しばらく怪しいイヤホンはコリゴリだよ。